こんにちは。きよぴっこです。前回、お顔の刺繍が完成したので、次はこの前髪のパーツを作ります。今回は中間縫いっぽく、立体刺繍前髪で作ってみます。以前にミシンで作る立体前髪の解説をした時に、手縫いではできないの？というご質問をいただきました。今回は手縫いでもできるやり方をご紹介したいと思います。また後半では、ロングヘアでもフードをかぶることができる髪の作り方も解説しますね。刺繍枠は髪の型紙がすっぽり収まるサイズを選びます。その刺繍枠より一回り大きめに紙の生地をカット。同じサイズの刺繍シートに刺繍図案を書き写します。紙の生地、刺繍シートの順に刺繍枠にセットします。この時、メッシュの生地も一緒に挟みます。メッシュ部分は針を使って裏側から位置を微調整しましょう。縁部分だけ少し生地がはみ出るようにしておくと自然に仕上がりますよ。それでは刺繍をしていきます。手縫い、家庭用ミシンでやり方を分けて解説します。まずは手縫い。刺繍図案のラインをアウトラインステッチ、もしくはバックステッチで下縫いします。次に2本取りのサテンステッチを使って下縫いをまたぐように刺繍していきます。1本取りでも構いませんが、かなり時間がかかってしまうので2本取りがおすすめ。今回は一部分のみを手縫いしましたが、すべて手縫いで刺繍する場合は全体を下縫い後にサテンステッチをしてくださいね。続いてミシンのやり方です。ミシンの場合は作業中にずれてしまわないように、まずは図案の中をしつけ縫いします。並縫いで OK。しつけ糸が刺繍図案からはみ出さないように注意してください。紙にモチーフがあるならこのタイミングで刺繍します。ミシンを使う場合は刺繍枠を逆向きに挟んで使っています。ジグザグ縫いで図案の中を刺繍していきます。今回の設定は縫い目は 0.3 ミリ、振り幅は2ミリです。ラインが重なる部分はどちらを先に刺繍するのか順番を考えながら進めましょう。ジグザグ縫いの刺繍は失敗するとやり直しが難しいので慎重に進めましょう。ミシンの動画は2倍速以上です。実際は慎重にゆっくり進めていますよ。メッシュ部分は色を変えています。手縫いでももちろん作ることができるのですが、やはりミシンを使うと圧倒的に早いです。縫い作りを始めた方の中にはミシンの導入を悩んでいる方も少なくないと思います。とりあえず安いミシンで練習してみよう。そう思う人もいらっしゃるかもしれません。いろんな縫い作家さんもおっしゃっていますが、激安ミシンだけは絶対に買わないでください。実は私自身も激安ミシンで失敗した口です。先日ブログにそのお話を書いたので、気になる人は概要欄から読んでみてね。現在私が愛用しているミシンも概要欄に記載しておきます。刺繍が完成したら刺繍シートをちぎるように取り除きます。刺繍が傷まないように注意しましょう。
刺繍の外側ギリギリで裁断します。刺繍糸を切ってしまわないように気をつけましょう。飛び出している毛足は整えるように短くカットすると綺麗ですよ。これで前髪パーツの完成です。次は襟足パーツを作ります。ミシンの上糸と下糸の色を変えることでリバーシブルになるようにします。メッシュ部分の型紙をカットし、縁部分のみ少しはみ出すように裁断します。刺繍シートに図案を書き写します。シートを裏返し、メッシュ部分に仮留め用の両面テープを貼ります。刺繍図案に両面テープが被らないように注意。図案に合わせてメッシュパーツを貼り付けます。生地によっては粘着が残ってしまう場合があるので、指で少しペタペタして粘着を減らしてから貼り付けるのがおすすめ。紙の生地に重ねて刺繍枠にセットします。パーツが大きく全体を挟めない場合は、位置をずらしながら作業します。境界線をしつけ縫いします。色の境界線のみ刺繍します。刺繍しました。刺繍シートを取り外します。このままだと布の裏側が丸見えになってしまうので、裏張りをします。両面接着シートを使って生地を貼り合わせます。これはアイロンで接着するタイプ。仕上がりも柔らかくておすすめ。毛足のあるボア生地を裏張りしたので、刺繍シートで両面を挟むように重ねます。一番上は図案を描いた刺繍シート、一番下は無地の刺繍シートで OK。これを刺繍枠にセットします。生地が足りないけど、少し大きめのものに挟んでみました。刺繍図案の中をしつけ縫いします。ミシンのジグザグ縫いで刺繍をしていきます。黄色部分は上糸の色を変えて刺繍します。できました。裏側はオレンジのみですね。刺繍シートをすべて取り外します。型紙を書き写して縁を裁断します。これでメッシュの襟足パーツの完成です。前髪パーツと同様のやり方で後ろ髪パーツも作りました。アホ毛など小さなパーツであれば待ち針で固定するだけでも大丈夫です。あとは組み立てていきます。後ろ髪もいい感じですね。前髪パーツをつけます。待ち針で位置を確認し、手芸ボンドで貼り付けます。
完全に乾くまで待ち針で固定。襟足パーツも手芸ボンドで貼り付けてもいいのですが、今回はパーツが大きいということもあり、取り外せるようにしたいと思います。面ファスナーを使います。チクチクするオス面を襟足パーツの上部につけます。今回は貼るタイプを使いましたが、縫い付けタイプの方が剥がれる心配がなく安心ですよ。後頭部にトイクロスやナイレックスなど、面ファスナーのメス面の役割を持つ生地を使用することで、そのままくっつけることができますよ。今回は面ファスナーのメス面をつけてみますね。角は丸くカットした方が使いやすいです。まず中央から合わせて、ぴったり沿わせながら耳の後ろにくっつけます。後ろ髪を下ろして隠します。ロングヘアの後ろ髪を取り外しができる襟足パーツとして作ることで、フード付きのポンチョやパーカーが着られるようになるんですよね。これでマービカ縫いの完成です。実は完成後に襟足パーツの内側の色を間違えていたことに気づきました。縫いデザインは常に確認しないといけませんね。幸い取り外しができる仕様にしたので、後日襟足パーツだけ作り直しますね。